水木と連絡が取れないですか？はい。文化祭の日にちょっと話をしたんですけど、それ以来。なるほど。でも白石さんとは連絡取れてるなら、やっぱり私と話したくないってことですし、こうやって走り回ってるのもきっと水木は望んでないんだろうな。だけどこのままじゃダメな気がするんです。ダメというと？このままだと水木がどこからもいなくなっちゃうような、そんな気がするから。だから話したいんです。なるほど。難しいですね。僕には東雲さんの背中を押すことも引き止めることもすべきではないように思えます。だからこれはただの僕自身の話です。僕には少し似た経験がありまして、もうこれまでだと離れようとした相手から強引に壁を突破されたことが、それを迷惑だと思ったこともありましたが、結果僕は今彼と同じ道を歩めている。そう考えると、あの強引さは僕にとって必要なものだったんだと思います。そうなんですか。はい。当時はなんて強引なんだろうと思いましたけどね。ただこれはあくまで僕の話です。東雲さんと水木にとってはまた違うのかもしれません。特に昔の水木であれば、もう構わないでくれと完全に関わりを断とうとするでしょうし。水木が？はい。本当は勝手に話すべきではないと思うのですが、昔の僕が出会った頃の水木はずっと一人でいました。ずっと一人で？はい。僕と水木は中学時代、こんな風に学校の屋上で出会いました。かくいう僕も長らく一人だったんですけどね。いつも周りとうまくやれなくて、そしてそれは水木も同じようでした。あの頃の水木は今と違って周りを拒絶するような、他を寄せ付けない雰囲気を持っていました。僕らは屋上で出会うたびにポツポツと言葉を交わしたのですが、そこでなんとなく感じたんです。ああ、きっと僕らは似た者同士なのだなと。どこにいても心の内で孤独を抱えているのだなと。水木が孤独を？君も男だったりする感じ？もしも水木が昔からああいう目を向けられてたら、周りからひどい態度を取られて、あんな言葉を投げかけられてたら、どんなに水木は。きっとあの頃の水木ならば強引に向かっていってもどうにもならなかったと思います。ですが今は僕からは
わからないように見えます。水木は、皆さんと出会ったことで変わっていった。諦めたように笑うのではなく、屈託なく、笑うようになった。そして、水木は僕に言っていたんです。一緒にいたいと思えるような人たちを。居場所を見つけられた、と。きっと、水木は、皆さんといる未来を、望んでいた。少なくとも、水木は、こんな結末は望んでいなかったはずよ。その願いが、もう過去のことなのか、今も続いているのかは、僕にはわかりません。それでも、僕は、友人として、水木が前向きに生きられる未来を願いたいです。だから、東雲さんの勇気と、水木への思いを、そして何より、水木自身が、まだ願いを手放していないことを、僕は信じたい。まだ終わってないのかな。どこかでまだ重なってる部分があるなら、このまま終わりになんてしたくない。水木と友達でいたいから。